2021年コスモス国際賞受賞者のピーター・ベルウッド博士は1943年8月10日、イギリスのレスターでお生まれになりました。博士は幼少の頃、両親にプレゼントされた書籍などから化石に興味を持つようになりました。博士が本格的に考古学者になりたいと決心したのは17歳の時です。当時別の職に就かれていた博士は一念発起し、奨学金を受けケンブリッジ大学のキングスカレッジに入学を果たされました。この写真は博士が大学生だった19歳頃に撮影された愛犬との写真です。ケンブリッジ大学在学中は座学に取り組むほか、ヨーロッパや北アフリカ諸国での考古学的プロジェクトに積極的に参加し、現在の博士の広い見識の基礎を培われました。博士は大学での研究を進めるにつれ、ホモ・サピエンスの種の進化や移動に関して強く興味を持つようになりました。特に太平洋の小さな島々に点在するポリネシア人の移動がどこからなぜ始まり、どの方向に向かったのか、またそれはどの期間に起こったのかというテーマを持ち、その答えを追い求めるため1967年にニュージーランドに渡り、オークランド大学の講師に就任されました。ニュージーランドでの5年間の教員生活の後、博士は1973年にオーストラリア国立大学講師に就任。名誉教授となられた今日に至るまで、同大学の考古学分野の教員として研究や学生の指導に当たられています。博士は農耕の誕生と初期農耕民の移動・拡散過程を大陸間で比較する方法で研究を続けてこられ、主に3点の成果を挙げられました。まず、オーストロネシア語族と呼ばれる同じ言語をルーツに持つ人々が、現在の台湾から東南アジアおよび太平洋の島々に移動していった軌跡について、考古学、人類学、言語学などの専門家と学際的な共同研究を進められました。その結果、この言語族の拡散が海洋技術の発展も関与しながら、食料生産者の移動・拡大に密接に関与していたことを明らかにされました。次に博士は東南アジア・オセアニアにおける研究成果を世界に応用し、農耕の拡散が言語を伴う人類の拡散とを重ね合わせて考察する方法を創出されました。このことにより、食料生産者と言語族の拡大の関係はオーストロネシア語族のみではなく、世界の多くの主要な言語族にも適用できることを示されました。これら人の集団の移動と農耕や言語の拡散が密接に関わる現象のことを、博士は初期農耕拡散仮説として提示されました。この成果を表した書籍「農耕起源の人類史」はベストセラーになるなど、博士の研究成果は世界の研究者や社会に大きな影響を与えてきました。さらに博士は人類の島嶼部への適応過程に関する研究も行ってこられました。主として東南アジアの島嶼部における考古学・古人類学的事例を用いて、人類の島嶼部への生物的・文化的な適応過程を学際的な視点から明らかにされました。このように博士は考古学者として自ら多数の発掘調査を手がけてきたと同時に、言語学、遺伝学、人類学、植物学など関連するすべての分野の情報をくまなく検証し、専門領域の枠を超えた学際的研究を続けてこられました。
農耕起源の人類史の解明という壮大なテーマに挑んできた博士の周囲には多くの研究者が集い、特にアジア地域における多数の考古学関係者を輩出してこられました。博士が常に目指しておられるのは、我々人類の祖先の功績を研究を通じて伝えることであり、その功績が現代を生きる私たちに必ずインスピレーションを与えるはずであると博士は強調されます。人類が厳しいパンデミックと直面し、自然との関係性において新たな転換期を迎えている今、コスモス国際賞が掲げる自然と人間との共生を顧みる上で、博士はその礎となる重要な業績を挙げられました。ピーター・ベルウッド博士、コスモス国際賞の受賞おめでとうございます。